どうもいたです。皆さんお久しぶりでございます。今回の動画は、インプレッサの不調で、急遽ゴールデンウィークの最終日にインプレッサがドナドナもうね、積載車で運ぶ羽目になっちゃって、で原因をちょっと突き止めたんで、今回はその原因追求と本当にねこれで治るのかっていう検証も兼ねて、トラブルシューティングで今後インプレッサ乗ってる方とかもこういうトラブルがあると思うので、この動画を見てぜひね同じ症状が出たら参考になればいいかなと思って今回はこういう動画を作りたいと思います。でどんな症状が出たかっていうのをこれから説明します。ちょっとメモ見ながらなんでちょっと目線ずれるんですけど、まずインタークーラー外して交換しようと思ったタイミングでまずアイドリングの不調が出て、でその後普通に乗れたんだけど、ブーストがかかるタイミングでちょっとかぶったりしたりして、その日はそれで問題なかったんですね。でコンピューターのもうリセットされてるからまた再リセットしたりとかもしてみたんだけど原因が改善されなかったっていう点で、また後日になって、そしたら駐車場から出してちょっと走ったらもうエンジンがストンって急に止まるようになっちゃって、でその後もエンジンかけたりとかもしたんだけど全然かかんなくて、時間を置いて、エンジンかかってみたいな、それのほんと繰り返しでもう本当に走れない状態でそのゴールデンウィークの最終日に積載車で運んだっていうような感じです。で症状としてアイドリングがまず安定しないっていうのと、あとアクセル踏んでも全然回転数が上がっていかないっていう症状が出ました。でこういう時にエアフロセンサーか二次エア吸ってんのか、あと点火系プラグとかコイルとかを疑っていくんですけど、今回はセンサーをもう交換してるんで、エアフロセンサーを交換して、でも二次エアーもちょっと調べたんだけど二次エアーは問題なさそうだったってなると点火系しかないんですよ。でプラグも1ヶ月2ヶ月前ぐらいか交換してるし、じゃあコイルじゃねってなって、今回はそのテスターを先輩にお借りして診断をかけたところ P0350 っていうコードで点火コイル系回路っていうエラーが出たんですね。ここら辺に載せておきます。なんで今回はそのコイルを変えれば治るんじゃねって思って今回は新しいコイルに交換していこうと思います。じゃあ早速ねパーツを取りに行って車に移動していこうと思います。交換は、駐車場だからちょっとそんなに映せないかもしれないけど、ある程度映せるように頑張るんで、じゃあ駐車場までスキップで。はい、車に移動してきました。で今イグニッションコイルも取ってきたんで今からお見せします。はい、これが今回交換するハイスパークイグニッションコイルになります。でこれ見たことあるよって方多分多いと思うんだけど、マチュアーさんのねハイスパークイグニッションコイルですね。これは結構レビューとかも出てて、低回転からトルク上がったみたいな、結構体感できるみたいなレビューが多かったので、今回はこのイグニッションコイルにしました。こんな感じで、物は多分形とか変わんないと思うんだよね、純正と。ただ普通そう、見た目は普通、なんでこのね古い方と交換をしてエンジンがかかれば完璧だね。はい、暑いんでもうささっと交換してささっとエンジンかけてチェックしていきます。
まず簡単な方からやっていこうかな。こっちと1番と3番かな。こっち側も、これね、バッテリー外さなくても、プラグ交換できるってことに気づいて、今回はこれでやります。今、一つ目、コイル取り付け中です。はい、今全部元に戻し終わったんで、これからエンジンをかけてどうなるのかチェックしていこうと思います。よし、ついにこの時が来ました。エンジンかけよう。イエス。かかりまんたね。で、まあエンジンチェックも今のところ点灯はしてませんと。あとはちょっと暖気してエラーコードを再確認していきます。とりあえずアイドリングしてコンピューターをリセットしたんで、ちょっと学習をさせます。で、このまま走り行けそうだったら走りに行ってちょっと学習させようかなって思います。で、暖気が終わったらこれで一応もう一回確認、エラーコードを確認して問題なさそうだったらちょっと思想に行ってみようかなって思います。本当にこれで治れば本当に良かったって感じなんだけど、これで治んなかったらもう沼だね。本当によくわかんないまあ、とりあえずちょっと診断機かけてみよう。よし、行くか。診断、国産車スバル、あ、いいんだ。で、これにはその他で診断、エンジン、故障コードの読み取り。これ読み取りでいいのかな、これ。お、来ましたよ、ほら。異常なし。前はここで P コードが出たんだけど、今異常ないって言うから多分大丈夫じゃねえかな。全然問題ないね。これは治ったかもしれんいやーよかったわ。とりあえずちょっと走ってみて、まあ最後ちょっとまた動画撮ります。とりあえず今からちょっと軽く走ってきます。今ぐるっと回ってきたんだけど、まあ、とりあえず大丈夫そうじゃ大丈夫そう。まあだけどやっぱりクラッチを強化に変えてフライホイールも変わってるから、最初だけクラッチ踏んだ時にまあエンストするっていう症状は起きてるかなって感じだね。まあでもとりあえずまあ普通に吹き上がりもいいし、イグニッションコイルを強化にして体感できてんのって言われると、まあ正直わかんねえまあでもどうだろう、アクセルのつきは良くなった気がするな。うん。まあだけどもともと良かったから、なんかそんなに変わってはないんじゃないかなって思うけど、まあまあまあ、でも強化品で変わってるから、まあすごい良かったなって思いますね。今回のイグニッションコイルも結構コスパが良くて、まあ評価もミンカラとかね、見てて良かったんで、
今回はこれに変えてすごい良かったなって思います。僕みたいにアイドリングが安定しないとか、アクセル踏んでもあれなんか演奏しちゃうとか、今回同じような症状出た人は、僕は今回エアフロセンサーを交換先にしてたんで、じゃあ点火系かな、それか二次エアーかなっていう判断はできたんですけど、あと燃料フィルターとかね、燃料系も壊れるって可能性もあるけど、そうそうない効かないから、どっちかイグニッションコイルか、エアフロセンサーかみたいな感じだと思います。この車は正直もう20年ぐらいになる、新車からね登録が20年ぐらいになる車だと思うんで、GDB の丸目とかだったらなおさらもうちょっと古いだろうし、高めでもそろそろ15年とかねなると思うんで、タイミングよく交換できたらすごいいいよね。プラグがね変えた時に本当イグニッションコイルを変えようと思ってたんだけど、何がいいかなって迷ってたから変えなかったんだけど、同時に交換した方がいいね、この車はね、特にね。でこれからインプレッサーでプラグ交換するっていう方はね、一緒にイグニッションコイルも点検してみて、もし古そうだったら新しく変えた方が僕みたいにならないんで、予防ですよね。メンテナンスは大変だけど、この車でもすごいいい車だから、頑張って皆さん維持していきましょう。じゃあ今日はこんな感じでトラブルシューティングの動画終わろうかなと思います。治ってよかった、マジで。走りに行こうかな今度。あと H ケースだ。H ケースの前置きインタークーラーつけないといけないんだ。忘れてた。多分次の動画はね、H ケースの前置きのインタークーラーの動画に、取り付けの動画になると思うんで、チャンネル登録して次の動画もお待ちいただければと思います。じゃあ今日はそんな感じで動画終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございます。